こんにちは。今日はこのブーツをね磨いて完成させたいと思います。前回ねソールの仕上げまで終わりまして、こんな感じのかなりね装飾的なドレッシーなソールが出来上がりました。ということでね、最後にアッパーを磨いて靴紐とかを通してね完成させて、で最後にね履いてもらいたいと思います。ということで、まずはビニール紐を切ります。このビニール紐は普通にスズランテープとかなんですけど、色が白いんで実際本番のね黒い靴紐を入れた時の印象が楽しみですね。かなりしっかり癖がついて木型の形状をね覚えてくれてるみたいですね。じゃあまずは制作中については少しね汚れとかをね取っていきたいと思います。はい、汚れ落としをしました。すっきりした印象ありますね。じゃあここにクリームを入れていきます。これはスウェードとのコンビの靴なので、クリームがスウェードに触れないよう注意ですね。特にこういうかかとの後ろなんていうのはここしかスムースレザーがないのではみ出さないように注意します。スウェードは気を使う素材でして、スムースレザーのところ、こっちのツルツルな方は制作中にね糊とかはみ出しちゃっても乾いてからねこするとすぐ取れるんですよ。なんですけどスウェードの方に糊がつくと毛足が潰れちゃって復活がねかなり難しくなってしまうので、特にねカバーとかしてなかったんですけど特に問題はなく完成まで来ました。この前までは結構アッパーに制作中に傷がついちゃうってことが多かったんですけど、最近ねそういう失敗がなくなってきてアッパーは綺麗な状態で完成までね来ることができるようになりましたね。当たり前のことなんですけどね、意外と難しいんですよねそれが。ブラッシングします。かなり光沢が出てきて、いや興奮するなこれ。じゃあ次はこの黒のサフィールのクリーム、油性のクリームを全体にはね塗らないんですけど、ベルトとアッパーの隙間とか、あとね革の断面とかに塗っていきます。しっかりね小判液も入れて黒く染まってるんですけど、よりねしっかり入れるためにこのブラシで黒いクリームを押し込みます。このヒールとアッパーの境目とかもねしっかり入れておきます。あとはこういうね革の重なるところの段差、この革の断面にはコバコートを塗ってコーティングしてあるんですけど、この油性のクリームを入れるとさらにこう整う感じがあるので、本当はねこの切り替えの部分もね入れたいところなんですけど、スウェードなんで入れられないのでね、こっちも入れておきます。あとはつま先もワックスの下地という意味も込めて塗っておきます。はい、クリーム OK です。この時点でもかなり光ってるんですけど、つま先にワックスをのせていきます。これを指に取って塗っていきます。全体的にも薄くかけていきます。このかかとですね、ここもしっかりかけます。ここで鏡面をねやる前に木型をね抜いちゃいます。よし、いきます。よいしょ。でこの中はね木釘がこうやって飛び出しているので、これをカットしたいところなんですけど、ちょっとねカットする道具が入らないので、こののみで
これでカットしたいと思います。そんでこのポンチで潰しておきます。で中敷きにちょっとサインを書いておきます。どうしようかな。エプロンフロントダービーブーツとかにしようかな。相変わらず適当ですけど、なんかそれっぽくね書いておきます。よし、じゃあ表面磨きをしていきます。ソール面にもワックスを入れてきます。こんなニュートラル無色のワックスを少し取って最後にさっとヤギ毛でブラッシングしておきます。スエードの面はスエードのブラシを使って少し毛並みを整えておきます。じゃあ最後に靴紐を通します。ブーツの靴紐の通し方ね、いろいろあるんですけど、今回僕の一番好きな通し方、アンダーラップでいきます。アンダーラップというのはですね、この紐の穴の裏側からずっと入れていくというやり方で、これをね繰り返すんですよ。はい、完成しました。かなりピカピカになりました。じゃあこの靴のねディティールを見ながらこだわりポイントをちょっと解説していきたいと思います。デザインは U チップ、エプロンフロントのスプリットとつま先が分かれているタイプで、シャフトの部分、上の方がスエード、下がスムースという組み合わせです。で後ろ側はこんな感じでスムースレザーがこう立ち上がってプルストラップになってます。ハトメの穴が6個にフックが3つ、全部で9個ですね。ソールはカラス仕上げオールブラックでやってみました。こういう感じでね、このラインで切り替えるっていうのは割とスタンダードなデザインなんですよね。で上の部分がスエードなんですけど、スエードってちょっと柔らかいので、この足首部分のねホールド感っていうところでは結構いいんじゃないかなと思います。 U のデザインはこんな感じで、僕ね結構ねエプロンこの部分がね短めで前が長いっていうのが好きみたいで、よくこういうデザインを作っちゃいます。今回ね木型は結構うまくいったなと思ってまして、このつま先のねボリュームの感じ、この丸みの感じがすごく気に入ってます。でソールは丸コバですね。ソールの断面がこう丸くなってまして、その上に出し根が入ってます。今回目付けとかはしてないんですけど、ソールの幅をかなり攻めてるので、上から見るとね出し根の存在感があんまりなく仕上がったかなと思います。でウエスト部分はこれはベベルドウエストをやってます。こんな風にねかなりここからこう絞っていってるので、この土圧部分の出し縫いはねぐっとえぐれて見えなくなってます。でやっぱりね一番こだわったのはかかとかもしれないですね。積み上げの形状はこんな感じで、かなりこう曲線をね強調してみたんですけど、こんな感じです。ブーツなので短靴だとここで終わっちゃうんですけど、普段ないねこの上のラインがあるんですよね。なのでこの上のラインからのこうつながりでこう
曲線を描く感じをこだわりました。ヒールとかかとの一体感、これがねかなりのこだわりです。6から8ミリぐらい普段のヒールよりもね高めに作りました。そのおかげもあってかなりエレガントな感じになってるんじゃないかなと思います。でソール面にはこんな感じで斜めの傷をつけまして模様を描きました。滑り止めみたいなデザインになってるんですけど、多分ねほとんど滑り止めの意味はないとは思います。こういうのは初めてやってみたんですけど、格調高い感じに仕上がりますね。あとはブーツならではのラインというか木型のラインなんですけど、ここでこうせり上がって一旦落ち着いてここからグイッとせり上がるっていうのを意識してます。既製品の靴だとねこの辺でぐーっとせり上がっていくっていうのが多いんですけど、やっぱりこの辺のライン取りはねビスポークならではなんじゃないでしょうかね。という感じでした。結構ソールの仕上がりは多分過去一いいんじゃないかなと思って結構満足してます。その他ねブーツ作りちょっと初めてだったのでブーツならではのちょっと問題点っていうのが何個かあったんですけど、なんとか形にはねなってくれてよかったですね。でこの靴は僕の姉に作った靴なので最後に姉に履いてもらって終わりにしたいと思います。多分ね履き心地は大丈夫だとは思うんですけど、一応仮靴を作ってこんな感じで穴開けたりしてフィッティングも確かめてるので大丈夫だと思うんですけど、緊張はしますね。概要欄にね今までの制作過程はリンク貼っておきますので、もしよければ見てみてください。あとこの完成写真はインスタグラムにアップしますので、よければフォローお願いします。じゃあ最後に履いてもらいましょう。